おはようございます。たかしです。本日は6月26日水曜日、ただいま7時59分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からです。昨日のポンド円の冷やしを見ていると、そろそろこの辺りから下落してもおかしくないのかなという雰囲気を感じますね。ここのところ連続陽線ではあるんですが、その陽線のサイズがかなり小さくなってきました。そして下髭も伴ってますね。一度下落して上昇しているんだけれども、昨日の陽線を見ていると、そろそろ天井も近いのかなというところですね。ストキャスティクスも高値圏ですよね。ということは、現在地付近からそろそろ下落してもおかしくない。そんなところにはありますので、ここから押し目買いで考えている方は注意が必要です。もちろん基本的には上昇トレンドなんですが、GMMA との乖離もありますので、一度 GMMA 付近までの下落、こんな感じでダラダラと下落してくる。そしてそこからの再上昇みたいな動き方を見ておくといいかもしれない。そう考えると現在ですと200円とか199円ぐらいまで下落する余地がありますので、現在202円を超えておりますので、結構大きめの下落になる可能性があります。では4時間足です。4時間足は直近のこの高値 201.6 付近を上抜けてきて、今その上でじりじりと上昇してきているところですね。ただ先ほどの冷やしを見てもわかるように上昇幅がだいぶ小さくなってきましたので、今のところずっと上昇はしてきているんですが、そろそろこの辺りでダラダラっと下落していく可能性があります。その場合は一旦はこのオレンジの水平線ですね、201.6 付近までの下落、そしてそこからの再上昇をイメージしておきたいんですが、先ほど冷やしで見ていたように、もしかすると冷やし単位の大きめの下落で、この辺りですね、冷やしに引いてあったトレンドライン付近まで下落してくる可能性、もしくはこの辺ですね、オレンジの水平線を何本か引いてますが、その辺付近まで下がってくる可能性がありますので、もし大きく下落するのであれば198円台ぐらいまで下がってくる可能性、それまでのところで止まるのであればだいたい199円もしくは 200.8 付近、201.6 付近、そのあたりをめどに下落を見ておくといいかもしれません。ただ基本的には現在高値圏に張り付いておりますので、このまま上抜けする可能性もありますし、以前から言ってますように今上昇のターゲットが203円付近なんですね。なのでその辺付近まで上げ切ってからの下落になるのか、イメージとしてはこんな感じですね。上昇しきってからの下落になるという考え方、もしくは203円を達成してそこから現在地付近がサポートになって上昇していくという考え方が考えられますので、基本的には上昇トレンドなので上昇方向をイメージしておきたいんですが、今の冷やしなんかを見ているとここから下落する可能性も十分あるので、まずは 201.6 というオレンジの水平線付近までの押しを待って、そこからの次の上昇のイメージを持っておくと分かりやすいと思います。ただ先ほど言ったように深めの押しを作ってくる可能性もありますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に沿ってずっと上昇はしてきておりますので、トレードとしては分かりやすいですよね。GMMA の青帯に接触すればそこからの上昇の流れをイメージしておく。ただし現状ではこの赤い水平線を引いてますが、202.7 付近がずっと意識されてますね。ここがずっと上値が重くなっているところですので、ここからの下落になるのか、それともここを抜けてくるのかっていうところに本日は注目です。本日も GMMA 付近まで下落してくればそこからの再上昇をイメージしておけばいいと思うんですけれども、日足のローソク足を見ているとここから下落する可能性もありますので、 GMMA の青帯を下抜けた場合は先ほど言った 201.6 付近までの下落、そしてここを下抜けるとさらにもう一段下落というシナリオを立てておくとトレードがしやすくなってくると思いますので、上昇していく場合のイメージ、そして下落していく場合のイメージの両方を持っておくようにしてください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円の冷やしもそうなんですが、ポンド円もそうでしたけれども、ドル円もちょっと上値が重い感じですよね。今までずっと連続陽線で上げてきたんですが、月曜日に陰線、そして昨日もローソク足の実態が小さいというところで、現在地付近で揉み合っている、ここからの下落になるのか、160円を上抜けてくるのかっていうのを今迷っている、そんな相場に見えてきます。日足のストキャスティクスはデッドクロスしてきておりますので、インジケーターを見ているとやはりそろそろ下落してもおかしくないなというのは感じるんですけれども、やっぱり直近高値、この 160.2 というところも意識されて、今そこがだいぶ近くなってきているので、日足単位でのダブルトップでの下落になるのか、ここですね、こういうダブルトップでの下落になるのか、それとも160円を上抜けてくるのかっていうところを見ておきたいです。ただ現在地付近からじゃあ買っていけるかっていうと、それはちょっと難
難しいんですね。だいぶ高値圏にありますので、大きく下落する可能性がすごく高いところにはありますので、現在地付近から買っていくというよりも、どちらかというとこの 160.2 を背に売っていく方がトレードはやりやすいと思います。ただ下落するかどうかは分かりませんし、基本的には上昇トレンドですので上抜ける可能性もあるので、そこは十分考慮が必要です。では4時間足です。昨日はもうほぼ分かりにくい動きをしてましたよね。上がったり下がったりというのを方向感なくしてます。これ今週始まってからずっとそんな感じですね。月曜日一度大きめの下髭をつけてますけれども、基本的には上がったり下がったりと方向感のない動きをしておりますので、本日もそういう動きを想定しておきたいですね。ここにざっくりとボックスが描けますよね。こんな感じのボックスが描けますので、現在はボックス上限付近、ここを上抜けてくるかもしれませんが、過去の動きを見ていると上抜けても上髭になっていることがあるので、上抜けた場合は騙しに注意。基本はボックス上限にあるということは、次下限を目指して下落する可能性。昨日はボックス下限からの上昇になってますね。ですのでボックスの上限下限を意識しておいて、そのあたりにアラートを仕掛けておくといいかもしれません。そしてこのボックスの中央付近にある時ですね、そこは分かりにくい動きをするので、そういうところでのトレードはしない方がいいと思います。昨日ですとボックスの下限まで下落して、そして下限からの反発上昇になってますよね。そして現在はボックスの上限にあるので、本日は基本的には下落方向への動きを見ておく。もちろん上抜けてくれば上抜けたところからついていけばいいんですが、やっぱり160円が近づくとかなり上値が重くなってきますので、こういうところから買っていくというよりは、上がったところを短く売っていく方がトレードはやりやすいと思います。では1時間足です。1時間足の GMMA の青帯も一応上向きなんですね。ただ現状はレンジになってきておりますので、そろそろこれ横ばいになってくるかもしれませんね。このボックスの中で本日も動くのであれば GMMA の青帯は横向いてきますので、そうするとレンジの上限下限に引き付けてトレードをするのが分かりやすいと思います。現状は今 GMMA の青帯で今サポートされて上昇するかもっていうところにはありますが、やはり先ほども言ったようにレンジの上限にあるってことは、当然ここからレンジの下限を目指して下落する可能性がありますので、こういうところでのロングエントリーは危険ですね。もしロングエントリーをするのであれば、しっかりこのボックスを上抜けてからですね。ただ過去の動きを見ても分かるように、ボックス上抜けた後騙しですぐに下落するっていうこともありますので、その辺は十分注意が必要ですので、昨日みたいにこういう風な分かりやすい動きですね、このボックスの加減で何度も下髭を出すようなこういうような動きをしてくれば、そこから買っていく分にはいいんですが、現在地みたいなところで買っていくとボックス加減までの下落に巻き込まれるっていうことも十分考えられますので、その辺は慎重にしていくのがいいと思います。なので先ほど言ったようにボックスの上限下限にアラートを仕掛けておくといいかもしれませんね。アラートはトレーディングビュー無料で使えますので、またトレーディングビュー自体も無料で登録ができますので、概要欄に URL を貼っておきますし、よかったらそちらから無料登録をしてみてください。現在ボックスこれざっくりと引いてますので、もうちょっとしっかり引くのであればこの辺りですね。ですので昨日の高値がボックスの上限付近になってくると思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録されるのがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。